多くの動画の中からご視聴いただきありがとうございます。今回はレビューじゃなく雑談です。ここで指揮官の皆様に朗報です。耳酔いのルマラン、昼寝好きのラピヌ4分の1スケールフィギュアが再販です。しかも販路限定ではなく一般販売です。傑作との呼び声も高い耳酔いさんのルマランが再販ですよ。前回もグッスマさんの初音ミクバイカサンローバージョンで少し触れましたが、再販が多いというメーカーさんもある代わりに再販しないと思われているメーカーもあるんですよ。渋谷スクランブルフィギュアは代表例ですかね。渋スクさんの場合は再販しないというよりか、リクエストが多いと空張りで出してくるとか、リゼロの鬼レムみたいに違うバージョンで出すとか、フリーングさんもそんな出し方でしたかね。でも初音ミクのアートバイサム YYB はそのまま再販。プレネも指標に入っちゃったりしてるんですかね。そういえば5月は再販ラッシュだったような。気のせいでしょうか。それで今回の耳酔いさんですよ。再販実績はデューク・オブ・ヨーク、ヨーカ、ブランズ・ジュエルだけでしたっけ。再販は確かこれだけだった気がします。間違っていたらすみません。蔵出し販売みたいなのはあったと思うんですが、アクセスに耐えきれなくて東京フィギュアの販売サイトがダウンしたとかしなかったとか。要するにグッスマ、アルタ、寿屋のように安定路線で再販はしないと思われているメーカーでした。で、先日突然のルマラン昼寝好きのラビヌの X での再販告知と同時に予約受注の開始。私もホビーサーチさんのメルマガで知ってかなり驚きました。まだ初版の発売から1年経ってないですよね。確か2025年の9月発売予定でしたから、実際には10月頭とかにお手元に届いたと思うんですよね。デューク・オブ・ヨークの時も結構早かった気がしますから、耳尾さんってある程度の反応があれば間隔短くても再販に踏み切るんでしょうか。それでですね、耳尾さんのウェブサイトを見ると、その後も多くの再販のご要望やお問い合わせをいただいておりましたと書いてあります。やっぱりそうか。再販のリクエストが多ければメーカーは期待に応えようと考えるんですよね。フィギュアメーカーもビジネスですから、何でもかんでも再販するわけじゃなくて、確実に買ってくれそうな見込み客がある程度いる商品なら再販にも踏み切れるんですよね。そりゃそうですよ。フィギュアメーカーさんは事前事業でフィギュアを作っているわけじゃないですからね。それだけに見込み客を可視化させるアクションはこうした再販の動機に直結します。皆さん買い逃したフィギュアはあると思うんですが、リクエストってやってます？そういえばグッスマさんは定期的にアンケートを取っています。あれも商品化するための指標にしているので、本当に出たら欲しいと思う作品はアンケートに書いた方がいいと思います。あと通常版に加えて耳酔いさんならではの豪華なアクリル台座の付属しない TF エディションも同時再販だそうです。こちらが廉価版ということでお値段も3850円安くなりますが、まあ耳酔いさんらしいのが通常版のアクリル台座だと思うので、こちらが一択となりますかね。特にルマランの台座はこれまでにない分厚いアクリルなんですよね。厚さなんと 20mm、 重さも 580g もあって、本体と同じくらいの重さになっています。ちなみにルマラン本体は 572g です。最近これまであまり再販の記憶のないメーカーさんが再販ってケース多くないですか？昨年のレオンマックスのブルアカ、ワカモとか、天国さんも再販乱発があまりないメーカーだと思いますが、なんと後輩ちゃんに引き続きこれまで再販らしいです。しかも空張り追加で一気に3種来ましたよ。予約なんですがすでに5月29日から始まっていまして、2026年7月29日23時59分まで予約可能となっています。さすがに1年未満の再販とありまして、定価もそのまま据え置きの36,850円。しかも予約割引もありまして、
ショップさんによっては 5% 以上の割引設定をしているところもあるので、ポイント還元なども考慮しながら購入先を決めるといいと思います。ざっくり見たところ DMM さんがかなり頑張った割引をしていますが、必ずご自分で見比べてくれぐれもお買い逃しのないようお気をつけください。さて、今年は5月から高温傾向で、しかも6月に台風ですよ。フィギュアにとって厳しい季節到来、皆様の大切なコレクションは届けていないでしょうか。私は今から心配です。そろそろ飾りっぱなしがやばいフィギュアは夏の間はお休みいただく季節となってまいりました。ということで、本日は耳寄りのルマラン再販についてお話ししました。概要欄にも情報やリンクを記載してあるので参考にされてください。もしこの動画が面白かったとかためになったと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。